皆さんごきげんよう、上川かーるです。今回取り上げる話題は、日本の免許制度を中国の人たちが悪用しているということについて解説していこうと思います。日本の制度はほとんどの場合、性善説に立って制定運用されています。制度に問題があったとしても、その問題点を悪用する人はきっといないだろうみたいな考え方を持って制度は成り立っています。そして実際に多くの人たちが制度の問題点について悪用しないことによって多くの場合は問題なく制度は運用されています。しかしそれはあくまでもこれまでの話で、これからは制度の問題点があればこれを積極的に悪用する人たちがどのようにすればうまく悪用できるかを知識としてインターネットで広く拡散し、多くの人たちがこれに便乗するという動きが見られるようになりました。時代の変化に伴って制度の問題点については速やかに改善していくことが必要です。というわけで、中国の人たちが日本の制度の抜け穴に入り込んでいる点について報道をご紹介します。早朝から中国人が免許試験場に大行列。目的は外面切り替え、住所欄はホテル名、試験はたった10問。免許取得で約100カ国で運転可能。中国人が日本の免許を求めて都内の運転免許試験場前で徹夜で行列していた。さらに中国人が取得した日本の免許の住所がホテル名になっていた。昨今、中国人による日本での事故が急増している。そんな中、日本の免許取得をめぐって様々な異変が起きている。増え続けている中国人の交通事故と関連はあるのか、独自取材した。まだ日も昇っていない午前5時過ぎ、取材班が東京府中市にある府中運転免許試験場を訪れると、試験場の前にはすでに行列ができていた。中には座り込んでいる人の姿も見受けられた。早朝にもかかわらず大行列となっていて、並んでいる人の多くが中国人だ。中国語で並ぶのは禁止と書かれた看板があるにもかかわらず、集まる多くの中国人。一体何のために並んでいるのか。並んでいた人に話を聞くと、みんな朝から外面切り替えのために来ていますという。外国の運転免許証を持つ人が日本での運転を法的に許可された運転免許証に切り替える外面切り替え、学科試験、技能試験をクリアすることで日本の免許へと切り替えることができる。学科試験はコンピューターで出題される10問の選択問題のうち7問以上正解することで合格となる。試験を控える中国人にその難易度について聞いてみると、中国の免許証を持ってるから勉強してないけど大丈夫だと思います。ルールっていうかほぼ同じじゃないかな。難易度は難しくないと話す男性。実際はどうだったのか。試験を終えて改めて聞くと、試験を受けた中国人男性、受かりました。試験というか簡単な質問ね。脳勉強で見事合格したという。警察庁によると、去年の技能試験の通過率は約 30% だったという。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんはこう話す。日本人が受ける免許の筆記よりかは、問題の数は10分の1以下ですし、引っ掛け問題みたいな難しいというか、そういうのはないですよねと話す。こうした取得への難易度に加え、その汎用性の高さにも中国人が殺到する背景が潜んでいるという。中国の免許で運転できるのは10カ国ぐらい。日本の免許を取得することで一気に100に増えるということになる。日本はジュネーブ条約に加盟しているため、日本の免許を取得すると100カ国近くの加盟国で運転できる国際免許が取得できるという。免許の住所がホテル名ってあり、日本の免許に中国人が殺到する異例の事態では、さらにこんな驚きの現象も。これは中国国内に住む中国人男性が日本に観光に来た際に取得したという免許証。よく見てみると、免許の住所がホテル名になっている。日本の外面切り替えは、日本で住民登録しているか問われず、観光ビザでの取得も可能。そのため、宿泊したホテルに一時帰国証明書を出してもらうことで、短期の観光で訪れた中国人もホテルの住所で日本の免許を取得することができるのだ。民宿の住所で日本の免許を取得したという北京在住の中国人を取材した。観光目的の2度目の来日で日本の免許を取得できたという。観光時に日本の免許を取得した北京在住の中国人はこのように言う。僕は2024年5月に来日して学科試験を受けました。その後9月に来日、技能試験を受けました。日本の免許に切り替えるため宿泊先が
宿泊証明書を出してくれました。学科試験は10問ありました。他の国の学科問題とあんまり変わらない。普通に合格できます。宿泊先が発行する宿泊証明書を提示することで日本の免許を取得できたという。観光時に日本の免許を取得した男性、観光時に日本の免許を取得した人によると、日本の免許のメリットは国際免許証に切り替えやすいことです。例えばドイツでは通常免許を取るのが難しいですが、日本の免許から切り替えれば簡単に取得することができます。中国人による運転で痛ましい事故も。観光で訪れた中国人による日本の免許取得。しかし、中国人による日本での運転が痛ましい事故へつながってしまったケースもあります。2024年9月29日に埼玉川口市で起きた事故。18歳の中国籍の男が運転する車が一方通行の道を猛スピードで逆走し、酒気帯び運転の現行犯で逮捕された。この事故で衝突された車に乗っていた日本人男性が命を落とした。この事故の補足、飲酒運転で一方通行100キロ超スピードで逆走か、危険運転致死などで送検の中国籍の男、その後、過失運転致死などの容疑で家庭裁判所に送られました。危険運転致死に比べると過失運転致死は刑罰が大幅に軽くなります。埼玉地検は危険運転ではなく過失運転で家庭裁判所に送致した理由について捜査を尽くしたが、危険運転致死罪の構成要因にあたる制御困難な運転状況には該当しないと判断したとしています。飲酒運転であり逆走であり速度も100キロ超と大幅に超過しているにもかかわらずです。日本の交通ルールを熟知していない外国人には専門家も警鐘を鳴らす。自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんはこう言う。実際に外国人による事故、例えばレンタカーでの事故件数は非常に今増えている。事故を起こした時の対応やマナー、そういったものが国によってはかなり違うので、そこまでちゃんと外面切り替えという簡単な試験の中で見極められるのかなとは思いますねと語る。中国籍の運転者による交通事故、令和3年が1268件、令和4年が1402件、令和5年が1571件と確実に増加傾向にあります。実際に日本の免許を保有する中国人による交通事故は年々100件単位で増加している。海外からの観光客も増加する今、免許取得のあり方に見直しは必要なのだろうかと、ここで記事は終わります。さてここで基本情報についておさらいをしておきましょう。日本における自動車免許の取得では、まずは仮免の学科試験があります。これは丸×50問を30分、90点を取ることが必要です。そして仮免が終わった後の本免許の学科試験、こちらの方では丸×90問、危険予測5問、合わせて95問でこれを50分、90点取ることが必要です。外面切り替えはこれに対して丸×10問でそのうち7問取れば OK としています。記事の中では外面切り替えのこの10問は非常に簡単なもので、問題というよりは質問に答えるといった程度だと言われていました。そこで外面切り替えどのような問題なのか、インターネットではこのぐらいのものだよという形で過去問題についての情報が載っていました。一部をご紹介します。問題。車両は道路の中央から右側を通行しなければならない。正解は×。右側ではなく左側を通行しなくてはいけません。問題。内輪差とは車が右左折するときに後輪が前輪よりも内側を通ることによる軌跡の差のことである。答えは〇。問題。ぬかるみや水たまりを走行するときは低速ギアでゆっくりと走行した方が良い。答えは〇。問題。この標識のある場所では車と路面電車は一時停止しなければならない。答えは〇。このような水準の問題が10問あり、それらについて7問正解することが求められています。もしもあなたが自動車の運転免許証を持っていた場合、あなたが受けた学科試験のテストはこのような簡単なものではなかったはずです。多くの中国人たちが日本にやってきてわざわざ日本の運転免許証を取得しようとしている。それは非常に取りやすいからというのがまず第一の理由でした。外面切り替えの例題について皆さんにご紹介しましたが、これではほとんど勉強していなくてもそれは確かに試験に受かるよなというのを納得することができます。そして彼らがこのような形で日本に来て運転免許証を取得している理由というのが、そもそも中国の免許証だけでは他の国では10カ国しかまともに通用しないのに対して、
日本の運転免許証であれば、それが一気に10倍、100カ国程度の国において通用し、国際免許証を取得することができるというのです。これは明らかに制度上の不備だと私は思います。ましてや、非常に簡単すぎる質問に答えるだけで日本の運転免許証が取得でき、その運転免許証を元にして日本でレンタカーで運転するだけではなく、当然のように長期に日本に滞在している人たちの中にもそのような非常に怪しい運転技術や運転知識を元にして車を乗り回している人たちがいるかもしれないというわけです。これは非常に危険なことだというのがわかります。まず第一に、日本人自身も危険にさらされるし、さらには日本の信用も傷つけられることとなります。例えばここで出てきたように、他の国に行って、私は日本の運転免許証がありますよという形で、他の国でまた事故を起こす可能性というものもあるわけです。そのようなことが立て続けに起これば、日本の運転免許証を持っている人たちの事故率が非常に高いな、これはとても問題だというふうにして、その国における日本の運転免許証に対する信頼性といったものが下げられてしまうわけです。ですから改善しなければならない最大のポイントは、まずは学科試験を非常に簡単すぎる今の試験から日本における学科試験と同水準のものに引き上げることです。例えばこの外面切り替えにおける試験では10問でしたが、日本で運転免許証を取る場合には95問が必要でした。ですからそちらの試験をそのまま持ってきて同じ採点基準を当てはめればいいわけです。もうすでに実施されている筆記試験の問題をそのまま流用するので、何カ国語かに翻訳する、そうした手間だけが必要でしょう。今回の話で言えば、日本の信用を傷つけるようなこのような制度の不備は速やかにさっさと直してほしいものです。そうしなければ今後もまともな運転知識もないかもしれないような人物たちが運転免許証を取得し、それによって交通事故を引き起こす可能性も今後も増え続けるかもしれないのです。記事の中でもありましたが、危険運転致死罪の適用についても私は非常に不満に思っています。悪質な運転に伴う犠牲者が発生した際には、危険運転致死罪を積極的に活用してほしいと私は思っています。例えばこの記事の中で出てきたような逆走であるとか、飲酒運転、速度の大幅な超過などです。しかし、現実には速度が120キロとか130キロとかいった街中で出すような速度ではないようなものでも直進する運転ができていたんだから危険運転ではないといったような被害者や被害者家族が聞けば怒りに打ち振れるような理由を持って危険運転ではなく大幅に刑罰が緩い過失運転へと切り替えてしまう例といったものが何件も続いています。この件について言っても私は法律の不備だと思っています。こうした問題点などについても速やかな改善をしてほしいものです。交通行政としては他にも、せっかく自転車については車道横に自転車用のスペースを設けましょうというような方向性が示されました。それに伴って自転車の人たちもヘルメットをかぶりましょうといったことが呼びかけられるようになりました。安全性のことを考えればヘルメットをかぶりましょうと呼びかけるのは私は良いことだと思います。しかし一方においては電動キックスケーターのような自転車よりもさらに危険な乗り物についてはこれを積極的に推進するなど進めるべき政策とはとても思えません。昔はバイクやスクーターなどでもヘルメットをつけずに乗ることができました。しかしたくさんの人が死傷することによってヘルメットが義務化されました。電動キックスケーターにしてもそのような誰かが死ななければ、誰かが傷つかなければ、しかもそれが何件も積み重なければ規制がされないといった非常に危険なことになるのではないかと私は思います。同じリスクを取るのであれば未来に向けての社会変革やさらにはビジネスモデルの海外輸出なども踏まえて自動車の自動運転技術に対する研究開発や実地テストの推進などやるべき政策は他にあると私は思います。あなたは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また動画を見終わるところまで来ている方はぜひとも評価ボタンのクリックもお忘れなくよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。